時は五冠末期、霊帝と十条寺の下で政治が乱れ、正義派詩人は排斥された。途端の苦しみを味わう民衆の心を捉えたのは、太平道の指導者、張覚。彼は弘和7年、全国の神道を動員して放棄した。黄巾の乱である。小帝軍を率いて討伐に向かった盧植、朱春、候補数らは各地で黄巾と戦い、連戦連勝。特に候補数の活躍は目覚ましく、長者の戦いで黄巾の大軍を火攻めで破り、都洛陽を大危機から救うと、今度は高宗の戦い、歌曲用の戦いで黄巾の主力部隊を滅ぼした。張覚三兄弟は全員亡くなり、黄巾の乱は発生から1年を経たずに平定されたのである。真の国家の属は黄巾ではなく宮廷に救う十条寺である。世の心ある人々は十条寺を排斥しない限り世を救うことはできないことを知っていた。宦官の中でも良識派として知られ、霊帝からの信任も厚い十条寺の旅居。彼は十条寺排斥という難題に取り組もうとしていた。十条寺たちに引退を求めるべきです。おぼう。あの軍とこの軍の大衆は長中の親族です。召し返しましょう。わかった。海底の臣下が上層軍で霊帝を諌めるのとは違い、十条寺として宮中で霊帝のそば近く仕える旅居の働きかけは効果が大きく、十条寺の徒党の排除が徐々に進み出した。しかしこの状況を指を加えて見ている十条寺ではなかった。余興のやつめ、俺たちと同じ十条寺のくせに足を引っ張りやがって。宦官仲間だと思って甘く見ていたな。本気で奴を排除しないといかん。どうやって排除する？俺たち一緒になって旅郷の残言を広めてやるんだ。よし、わかった。陛下陛下、一大事です。なんだどうした？余興は当人と手を結び、調整をあれやこれやと誹謗しています。そうなのか。各校の拝律行為を記した各公伝を何回も読み、拝律を実行しようと考えています。戒律、陳をクビにするってことか。そうです。女教は陛下を皇帝の位から追い出そうとしているのです。本当か。ってやつは長年の中心だと陳は考えていたのだが。各校も7年武帝、小帝の中心でした。他の長江ですら始皇帝の中心だったではありませんか。気を許してはなりません。それだけではございません。まだ何かあるのか。余興は私どもの親族を軍師の位から追い出そうとしていますが、実は余興の兄弟こそ自らの職位を利用して数々の汚職を行っているのです。それは本当か。そうです。奴は我々を追って自らの罪を覆い隠そうとしております。陳は奴にずっと騙されていたというのか。陳の信頼を裏切っていたのか。残念ながらそういうことになります。おい、今すぐ旅居をここに引っ立ててこい。あ、なんだ貴殿らは物騒な。余剰時に重大な不法行為の疑いあり、陛下の命によりジョージを召し取りに参った。なんだと。さあ早くジョージをここに連れて参れ。ジョージ、大変です。陛下からたくかく近々のお召しが参っております。嘆かわしい。わしが国家のため、陛下のために長年尽くしてきたというのに、陛下は関心の言うことを真に受けておられるのか。いかがいたしましょうか。わしは天地に何ら恥じることはしていない。わしの誇りにかけて、僕に恥ずかしめを受けることなどはできない。万が一こういうことになった時のために、かねてから用意しておいたこの毒薬で、わしが死んだら、きっと国家に災いが起こるだろう。陛下、余剰時は陛下のお召しを受けて自殺いたしました。何？陛下に呼ばれ、何を尋問されるのか聞こうともせずに自殺するとは、よほどやましいことがあったに違いありません。不正を行っていたのはもはや明らかですな。旅居め、わしの信頼を裏切りよって。平帝は長中らの残言を信じ込み、旅居の一族や親戚を捕らえて財産を没収した。こちらは紀州。張覚三兄弟の首をすべて挙げた候補数の大活躍により、黄巾の乱は鎮圧された。州のすべての軍権が我々の手に戻りました。ようやく元通りの世の中が戻ってきそうだな。それにしてもこの紀州の荒廃はひどい。民衆たちは皆食べるものがなく、痩せこけているではないか。ひどいありさまですが、陛下や近臣たちはこの状況を知っているのだろうか。宦官の再発を防ぐためにも、紀州の伝祖を1年間免除して、飢えた民衆を救うように上奏しよう。それと、我らが行軍している時に大きな屋敷を発見したが、あの屋敷は誰の屋敷だ？明らかに法令に定められた規模を超えていると思うのだが。調べましたところ、あれは中条寺の長中の屋敷でした。やはりそうか。あの屋敷を没収するように上奏せねばならんな。民から絞れるだけ絞り取っていたのでしょう。腹立たしい限りです。
紀州の判断は全て平定されたとの知らせです。候補数は素晴らしい。ってやつにどのような報酬を与えるのが妥当か申せ。候補数を佐々木将軍、紀州牧とし、海里港に報じ、8000個の砲油を与えるのが適切と存じます。わかった。すべてそのようにいたせ。候補数に仕えて特に功績が大きかったのは北地郡出身の不将です。彼も奉公するのが妥当でしょう。そうかそうか。お待ちください。それはなりませんぞ。おう、どうした？不将はこの度の戦で多数の軍用品や兵糧を横流しし、我が物として蓄財しておりました。不将に報奨を与えるなどとはとんでもないことです。そうなのか。そうです。不将は今すぐ逮捕して獄につなぎ、厳しく取り調べるべきです。長中は不将が霊帝に対し悪事を働く謹慎を排除するように上奏したことを根に持っていた。今回候補数の上奏によって屋敷を取り上げられたことも恨んでいたが、今候補数を残減しても勝ち目がないと考え、もっぱら不将を攻撃したのである。しかし霊帝も不将の上奏を覚えていた。そのため霊帝は不将に対しては罪を問わず、一方で報奨も与えなかった。霊帝は候補数の上奏を聞き入れ、紀州の伝祖の1年免除を認めた。合わせて宮中の食前から珍味を減らし、皇帝の毎回の食事の肉料理を一品のみとした。そして公金が平定されたことから改伝した。新しい年号は再び平和となったということを意味する中平である。民衆の間では候補数を称える歌が流行した。天下大乱となり一は廃墟となった。母は子を失い、妻は夫を失った。候補様のおかげで安定した生活が戻ってきた。改めて候補数の働きは大きかったな。彼がいなければ漢は本当に聴覚にとって変わられていたかもしれない。そうだな。漢は皇武帝の中興以来最大のピンチを免れたと言っていい。公金が平定されたのは大きいけど、十条寺の悪行は相変わらずだな。余興のように霊帝に関連できる重要な謹慎がいなくなったのも痛い。公金が思いのほか早く鎮圧されたことで、結局十条寺の権力はこのまま残される形になったんだ。漢の政治はもう根本から腐っていたんだね。公金平定により候補数の名声は天下に轟いた。一方で霊帝と十条寺の支配のもと、政治は乱れる一方で、人々は先行きに希望を失っていた。捕食、旅教、不将らが罪に問われる状況に、多くの清流派の詩人は義憤を抱いていたのである。天中もその一人だった。もう我慢できぬ。天下がこのような状態で良いものか。人々の予防は候補将軍に集まっている。ここは将軍にご決断を促すべきだ。将軍、折り入って申し上げたいことがございます。おう、どうした？今や将軍の遺徳は本朝を震撼させ、高い名声は海外にまで広がっております。ほう、老の宗居といっても将軍に勝るものではありません。将軍は褒章のしようがないほどの高い功績を立てられ、ご自身は高い人徳を備えておられているのに、それでも北面して凡庸な君主に仕えておられる。このようではどうして平安を手に入れられるでしょうか。私は明けても暮れても公のことを考えており、心に忠義を忘れたことはない。なぜ平安を手に入れられないと申すのか。今、将軍が紀州の人材と7つの州の群衆を集め、各地に使者を派遣し、大軍を動かし、悪い宦官を中殺すれば、誰もが将軍に喜んで力を尽くすに違いありません。しかる後、天下に天命を示し、難免して天子を称され、すでに地に落ちた漢を葬り去るのです。君はいきなり何を言うのか。創業の大きな興行は、私のような盆栽でできることではない。集まったばかりの我が兵は着ることも簡単で、大事を成し遂げるのは難しい。民衆は天子の恩を未だ忘れておらず、天は反逆者に味方することはない。もし、思った通りにならなければ、すぐに災いが降りかかるだろう。それだけではありません。そもそもあなたのような褒章が難しいほどの功績は、誰かが残念しようと願っており、暗君のもとでは無事にいることは難しいのです。いや、残言が多く起こり、私が免職になったとしても、私の名は残り、死んでも朽ちることはないだろう。将軍、今こそまたとない機会なのです。早く手を打たないと、後悔しても間に合いませんぞ。もう言わないでくれ。そのような常軌に反する議論、わしは到底聞き入れることはできないぞ。むむむ、残念です。天中は自分の策略がどうしても用いられないのを知り、かえって自分が危険な目に遭うことを恐れて逃亡し、郷里に戻ったのである。赤麻呂です。公金の乱は候補数によって完全に平定され、平和が戻ってきましたが、
それは霊帝と中将寺による暗黒の政治が今後も続いていくことを意味しました。偏中の進言を拒絶し、漢の中心たる道を全うしようとした候補数ですが、その判断は正しかったのか。この後の候補数の生涯にもご注目ください。また、霊帝は再び平和が戻ってきたと喜びましたが、それがぬか喜びに過ぎないことはすぐに明らかになったのです。今後も中国の歴史を中心とした動画を上げていきますので、この動画がいいと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。